こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本を決めさせてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はゆうさんとさやさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとお二人について自己紹介をお願いします。はい、井ノ原優と言います。都内を中心にフォトグラファーとして活動してます。さやです。出版社に勤めていて編集やディレクター業をやっています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回紹介していただくこちらのご自宅が 2LDK だってますかね。はい、そうです。はいはい。だいたい平米数でいうとどれぐらいなんでしょう。平米数80平米ぐらいです。はい。はい、まあ多分とにかく物が多いご自宅ということで恥ずかしい。いやいやいや、まあ家具だったり本、洋服、はい、そのあたりのでちょっとお話詳しくいろいろお尋ねできればなと思います。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまず最初に、メインのリビング&ダイニング紹介していただきたいと思うので、中に案内してもらってもよろしいですか。はい、ようこそこちらへどうぞ。失礼します。どうぞどうぞ。はいはい。はい、こちらのスペースはだいたい何畳ぐらいのお部屋なんですか。ここはキッチンなしで15ぐらいだったかな。ちょっとね間取りがへんてこな形、そこが斜めだったりここが出っ張ってたりするんですけど、一応それぐらいあります。はいはいはい。じゃあまず、ね、この、全体のこだわったポイントがあればちょっとそちらからお伺いしたいんですが、どんなところにこだわりましたか。そうですね、まあちょっとグレーの、床がちょっとグレーだったりとかグレートーンであんまり家具で色物を入れてないっていうのが結構こだわったポイントだったりするかなと思うので、テーブルを木にせずにスチールの材質だったり、あんまりこうね暖かすぎないっていうか、ちょっと冷たい感じのテイストも入れつつという感じですかね。確かに結構こう見てると大型家具系は割となんだろう、素材感というか色的にはモダンなものというかシンプルなものが多いですよね。色もモダンと言われると嬉しいですね。モダンですね。はいはい。そうですね。だから家自体はカーテンも白とか床もグレーにして、どんな家具が来ても合うような感じにしたね。じゃあちょっと順番に細かいお話聞いていきたいなと思うんですけど、まずじゃあこちらのダイニングスペースからお聞きしたいなと思います。じゃあまずはこのメインであるダイニングテーブルと椅子についてちょっとお聞きしたいんですけど、まずじゃあテーブルから、これはどちらの。テーブルはカッシーナなんですけど、チッパーフィールドのエアフレームのこの完全な90のスクエア、長方形じゃなくてうちは多分正方形で90角が良かったんでこのサイズにしました。で椅子はなんか4脚で同じやつでプラスチックのね、材質がなんかいいんじゃないかなっていうので、あえてあんまり重たすぎない、オランダだったかな、どこだったかな。でこれはソットサスの椅子は普通にちょっと今ここに置いてるんですけど、まあここじゃなくてもいいけどなんかここにしてます。今一脚だけじゃ外してそうですね、ソットサスの椅子を入れてるんですね。どうですか、座り心地とかはいかがですか。座り心地はやっぱりこっちのダイニングこれだ、用の椅子はエント周りだ。エント周り、マリオリナ。マリオリナこれはもう最高なんですよ。まあそれは最高ですよね。いいよね。いい。だからここで仕事する時とかはこの椅子で仕事してそう、なんかちょっと仕事椅子でここでちょっと仕事する時とか打ち合わせする時とかにちょっとねこっちにしてみたみたいな。特に意味はないですけど今ここにちょっと置いてます。もしまた椅子が増えたらこの子はそこに重ねられて違う椅子がここに。そっか、スタッキングできるんですね。そうなんです。やっぱりこの椅子のいいところというか、これで4脚お客さんが来た時に出せるとか、普段はこっちに出しとくっていうのもできるんで、それがこの割と便利だよね。便利。
確かにこの椅子の良さですね。そしてそうあんまり重たいものにしたくなかったっていうのが椅子はあったっすね。わかりました。はそしたらじゃああとはこの上にあるシーリングって言ったらいいんですかね、この照明は。そうですね。はい。これはどちらのやつですか。これは、古い山際のもので、You are Welcome というセレクトショップで購入しました。これを買いに行ったわけじゃなかったんですけど、一目惚れしてそうだね。買っちゃったね。円盤型というか UFO みたいで可愛いなと思って。前の家でもキッチンで使ってたんですけど、はい、今回もテーブルの上に持ってきたっていう感じです。なんか吊るしで可愛い照明はよくいろいろ見かけるんですけど、この天井付けでの可愛いものがなかなかなくて、買っちゃいました。確かにもうシーリング系であんまこういうデザイナーズというかかっこいい照明ってあんまないですよね。確かに分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらじゃあ今度はちょっと奥のこのスペースについてお聞きしたいんですけど、ここはなんか植物エリアみたいな感じなんですかね。になりました。結構模様替えをして、前はここにソファーがあってリーディングチェア的な感じで本を読んだりとかするスペースだったんですけど、今は完全に植物エリアになってますね。一番日が入るところであるのと、あとこの窓がすごい気に入ってますね。じゃあここはちょっとこのベンチって言ったらいいんですかね。はい。こちらについてちょっとお聞きしたいんですが、これはどちらの？もうオールドマルニのベンチになります。前の家からこれもあって、こう横伸ばしたりできるんですね。ちょっと今伸ばせないですけど。ここがこう、はい、ここになっててこう伸びるようになってるのか。ベンチを探してる時に結構ヨーロッパ系のものがあったんですけど、足だけがゴールドになってるのとこの黒の木の組み合わせにグッときて、こちらも衝動買いをしてしまいました。わかりました。はい。そしたらじゃあちょっと今度こちらの反対側に移動していただきたいなと思うんですけど、こちらは食器棚。そうですね。ということで、うちもキッチンがあるんですけど全部収納ができないんで、いわゆるこれは上下で別々になってて、これ重ねてるだけなんですけど、昔の日本の食器棚になるんだと思うんですけど、グラスがうちが多くて、で料理もするのでこういうちょっと食器棚絶対ちょっと必要だなというところで買いましたね。なんかいろいろ探したんですけど結局結構日本のものがいいなっていうのはここは結構あって、なんか海外のものが多いんですけど、ここだけ日本の昔の多分何年代のものか分かんないですけど、こういうちょっと木の感じとかは割とないなっていうので、このサイズをちょっと探して選びました。日本のものは収納力がやっぱすごい、収納力えぐいです。やっぱね無駄がないんですよね。こういうとことかも自分にいいよね。このさ継ぎ目も木で作ってるのそうやっぱり昔の食器棚ってすごく長く使えるものなんだなっていうのがすごいなって思って、今もすごく気に入ってますね、この食器棚。物持ちはすごい多分いいですよね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ続いてこちらのリビングスペースというかソファー周りのスペース聞いていきたいなと思います。じゃあまずはこの手前側にあるこちらの照明って言ったらいいんですかね。こちらにちょっとついてお伺いしたいんですが、これは倉俣四郎の通称オバキューって言われる照明で、サイズ今現行のやつじゃないんですけど結構でかいやつがちょっとどうしても欲しくて、なんかこういう照明はなかなか置き型なんで、意外とこれガラス素材っていう風に見えるんですけどプラスチックなんですよ。だから結構軽くて、なんかもうどうしても倉俣さんのこのデザインうちに欲しいなっていうのがあって、この照明はもう出たかったですね。どこで見つけたんですか？これはもう僕はヤフオクとかメルカリとかをひたすら見る人で、お店にはもちろん行くんですけど、これは確かやっぱりヤフオクで出してらっしゃる方が何人かいて、それで買いましたね。そうだ。結構家具をヤフオクで買ってること多いです。そうだね。競り勝って競り勝つんですね、ちゃんと。ライバルがいるんですよ、どうしても。出てきますよね、こういう
大物家具なんかだとね。いろんなところで見たり調べたりとかして、うん欲しいデザイナーズ家具とか欲しい商品を見つけてそれをネットでひたすら探して買うみたいなことが多いかも。現行品はあんまり好きじゃないっていうこともあって、結構昔のものがどうしても欲しいとかヴィンテージのものが欲しいってなった時に、この倉本さんのもそうなんですけど現行じゃないんですよね。うん現行がなんかいまいちサイズ感が嫌だったりとかして、お店だともうどうしても現行品だったりするんで、中古っていうのが結構うちは多いですね。はいそうなんだ。はいはいはい。はい、じゃあちょっと順番にいろいろ聞いていきたいなと思います。じゃあ、はい今度じゃあこのソファーについてちょっとお聞きしたいんですが、これはどちらのソファーですウェグナーか？のデイベッド夫の大親友に私の先輩にいただきました。いただき物なんですね。ありがとうございます。すごい奇跡ですね。これはもちろん、まあそうですね。デイベッドの特徴はやっぱりよいしょ。まあベッドになるっていう、はいこのワンタッチで超便利ですよね友達が来た時とかはねここで寝て。横幅2メートルなんですよ。そっか、そんなにあるともうこれがはい、もうゆったりシングルよりちょっと大きいぐらい、ちょい大きいぐらいですかね。長さが長い。そうですよね。いや素晴らしいデザインだなと思います。何度こう見てもうちのインテリアは一応これがメインかな。まあ主役ですもんね。やっぱりリビングとかってなると、座り心地とかはいかがですか？めちゃめちゃいいですよ。いいですよ友達来た時はここに何人かとこっちにこういうブランケットを引いて座りで、あーここにも椅子がありこっちのにも椅子がありっていう感じで意外とこうパーティースタイルに20人ぐらい、はい、いけますね座れちゃいそうですよね。いい20人やって最高何人ぐらい来たことあるんですか？でも10は超えてたかな。12、3ぐらいか。多くてあ、そうなんです12、か。 3ぐらいは、ゆうさんは僕はもう友達2人ぐらいそうなんですか。友達がいなくてでも楽しいです。あ、本当ですはか。あ、よかったはいです。なんとか真面目に頑張ってます。はい。そしたらじゃあちょっと続いてこちらのじゃあソファーの前にあるこのそうですねローテーブル。これはもう僕がどうしても欲しくて、この、ガエ・アウレンティっていう女性の建築家の方がやってる、コンルオーテっていう車輪付きっていう意味なんですけど、車輪付きっていう家具の、まあ、割と代表作の中の一つだと思うんですけど、この長方形のサイズがなかなか出回ってないんですよ。でスクエアのサイズでこのガラスのこの車輪ついたやつがあるんですけど、なんかこの長方形のもやっぱこれもヤフオクで見つけてすごいですね。これはと思って、確か横浜の方の倉庫に管理してらっしゃる方で取りに行きました。へえ。重いよね。重いんですそよガラスが。やばいですよね、ガラスって。2人がかりで死ぬかと思いました2人で死ぬって相当ですね。もうやばかっためっです、ちゃ重い。あ、ごめんなさい、ちょっとはいはい伝えづらいことそしたらじゃあ大変でした。大変大変でした。大変でした。そうですね。とにかくこれ搬入が。はい。わかりました。はいありがとうございます。はい。そしたらじゃあ今度ちょっとお隣のはいあちらのスペースのおはい話聞いていきたいんですけど、ここもまたこのローチェア、ラウンジチェアっぽいこの椅子が2脚はい。あると思うんですが、このじゃあまず椅子2脚についてちょっとお聞きしてもここはよろしいですか？チルスペースって呼んでます。はいはいはい。この椅子。これはインドのチャンディガール都市計画の中の一つで、ジャンヌレの椅子だと思うけど、あんまりカタログとか載ってなかったやつだと思うんで確証がないというか、ただまあ確実にその時代のそこにあった工業用の椅子だったっていうので、うんまあ、これもちょっとどうしても欲しくて。これもだって初めて見ました。ジャンヌレなんだろうなと思ったけど、そう初めて見たんで。なんかちょっとね気になってすごいですね、なんかギ欲しミッったっクも。すねそう、なんか折りたためたりとにかく変わってるものっていうか見たことないものが好きなんです。うん。あ、そういう感じなの。そう、なんか置いてるだけなんですけど、はい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 。この塔も多分張り替えてないような気もするんですけど、どうなんだろうなっていうところで、はい。でもやっぱりこの風合いっていうのはなかなかこうその時代のその時に作ったものじゃないと出ないと思うので、これはすごい好きで、もうどうしても欲しかったですね。あとはじゃあさやさんが座ってらっしゃる。このチェアはもう一個夫の事務所があって、そこのチェアと入れ替えたりしてるんですけど、そっちにあったシエスタチェア
にこのレザーのなんか毛布を今秋冬なので私がすごい寒がりでこれを乗せてる。羊なんだ。羊の毛皮でそうでここに座って本読んだりここから向こうにいる夫に話しかけたりしてますちょうどいい距離感。ちょうどいい距離なんです、はいあんまりテレビないから夫はそこでテレビ見ててそうなんだ私はここでダラダラしたりしてます、あとは多分今お二人のこの間にあるはいこれはダイニングテーブルなんですか？どうなんですかね、扱い的には。なんですかね、カフェテーブルはいはいはい。これはでもねあれだね若干ダイニングテーブルにしては高さが低いのかな。ちなみにどちらのブランドというかデザイナこれーのものなんが、ですか？フィリップ・スタルクさんのが商業用に作ったと言われているスチールのテーブル。へこれのシルバーが代官山ヒルサイドテラスの外に置いてあって、いいなと思っていたんですけど、よく行くインテリアショップで見つけて欲しいと思いつつ割とすぐに手が出る値段ではなかったので30万とか30万超えてたね。30何個。まあそうしますよね、それぐらいは。ただどうしてもやっぱゴールドのスチールのテーブルっていうのもなかなかなくて、うちは向こうがシルバーのスチールだったりガラスの天板だったりがあって、ちょっとゴールド欲しいっていうので迷った挙句お迎えしましたこれが最新の大きい家具かな。そうですね。そうなんだ。テーブルは一番夏ぐらいに購入しました。この行き場をダイニング側にするかこっち側にするかでいろいろ迷いつつ、迷いますよねこれは。ここにテーブルがいるのかっていう話もあったけど今一応ここに置いてます、ここには特にテーブルも椅子も必要ないんですけど本当はテーブルも椅子も向こうに2セット、ありますもんね2セットあるので、はいはい確かに。でもまあ、しょうがない。ここはここでいいね、はいあとこのチルです。テーブルの上にあるこれ何ですか？これギャラリーストゥープで、ポストモダンの展示、うん。はい、清澄白河にあるお店あなんですけど、ポストモダン展をしてた時にブックシェルフ、靴型にこう入れることもできるんで、こういうなんかちょあっとニュースペーパーみたいな、すごいこううこともしていいし、立てて、はい。あそういうこともできるのか。なんかオブジェなんですけどこれも作者は特にないんですけど、こうね、この R の感じがそのまま、かわいい。この黄色も可愛いなと思って欲しかったですね。うんうんうん。なるほどね。わかりました。はい。あとはじゃあちょっとまた奥の方に少し移動していただこうと思うんですけど、こちらの棚って言ったらいいんですかね。はいはい。どちらこちらののブランブランドは皆さんご存知だと思うんですけど、はい僕オリジナルというド？僕オリジナル。ははいい。夫が作りました。そうなんですね。そうですね。これはなんか前の家でも使ってたんですけど、自分たちの好きな寸法とか高さとか棚の幅っていうのはなくて、もうないなら作っちゃえと思って、アクリルをこう特注でまあちょっとオーダーして、それにまあハンズで買ったこの何ですかね、工業用のいわゆるこう支柱というかパイプみたいなのを買ってボルトでこう高さ調整して、そこにもうアクリル板を置いてるだけなんですけど、まあ棚3段の棚を作ったっていう感じですね。はこれちなみにご予算的にはどれぐらいの金額感でできるんですか？い、アクリルだけだと1万5,000円ぐらいだったと思うんですよね。でなんかハンズで買った買い物合わせて2万円ぐらいで作ったような記憶があります。ちょっと 3,4 年前だったんで定かじゃないですけど、そのぐらいだった気がします。ほとんどアクリルの代金でしたね。もうそう考えたら多分普通に買うよりはあれですよね。金そう額ですね。感的には多分寸法を自分たちで合わせられるんだっていうのが、それが一番いいですね。寸法もですし、高さもですし、段の数とか、フルオーダー。そうですね。まあフルオーダーというほど大したもんじゃないんですけど、作っちゃいました。僕オリジナルブランド、一作目にして一作目。最後の作品最後のかもしれない最初で最後の作品ということで。わかりました。ありがとうございます。そしたらじゃあ今度こちらのこれはですね、置物って言ったらいいんですかこれ？はい。これは何ですか？これは何ですか？これは何なんでしょうかね。これは
なんかわかんないんですけど、オブジェがすごい好きで、うちも結構その無機質なガラスだったりアルミだったりみたいなものがどうしても多かったんで、なんか木がやっぱりすごい好きは好きなんで、なんかこう気になった時に買っちゃうっていうのがどうしてもあって、これもなんかそのメルカリかヤフオクかで1万円ぐらい出てた、何なのかもよくわからない自分でもでもなんか可愛いみたいな、ここに物とか置けるし、何かわかんないけどなんかすごい手の込んだ作品なんですよねこれすごいですよね、こものすごいのチェーンの手の込んでるところとかは。普通に作ろうと思ったらめちゃめちゃ時間かかるだろうなっていうようなもここがので、木なんだよね、一本の。そうこれはもうそうですもんね、そう一本ですもんね。もう切り目がなくって1個で作ってくり抜いて作ってるっていう、誰が当時どういう思いで作ったのかっていうのはもう全く分かんないんですけど、作者不明でなんかこうどうしても欲しかったです。はいはいはい。でこれは原宿にあるボブズボックスさんっていうインテリアショップで買ったオブジェで、これもなんか何なのかよく分かんないけどこれ何ですかね。これなんか多分まあ古い枯れ木を使ったオブジェみたいなんですけど、はいはいは木のぬくもりみたいなのがまずすごい好きで、家具も結構木のものもあるんですけど、うちも、椅子だったりデイベッドも木だったりするんで、あとね食器棚も木だったりするんで、確かにそっか、うん、木のものじゃ結構そうですね、選びがちな木はすごいやっぱ好きですね、で、あんまり木は好きじゃないあ、そうですか。じゃあそこでちょっと今でだからお違うんですね互いの好きなものが合ってる部分と合ってない部分があって、こういういろんなそれがこういうこういうスタイルになる。かなりせめぎ合いですね、まあだからこれも車輪だしこれも車輪っていうので、車輪が好きなのかもっす。車輪好きなんですね、確かに。車輪合わせ、はい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 。これね、これ太田博子さんっていう方の作品で、こういうオブジェ、すごく可愛くて、なんかアルミがあって、これはすごい気に入ってます。でなんか妻が一回うちのお皿を割っちゃ酔っ払って割っちゃったことがあって、これは割られたくないからテーブルの下に入れとけばもう絶対に踏まれないんじゃないかと思って今隠してます。 100% 割れないはずですもんね。割れないはずです。ただここに置いて割れてたんで、防ぎようがなかったです、じゃあ今もう最善の策として今そちらに、本当は出したいんですけど、私からしたらなんかこれも突然増えてるし、ここになんか生まれてるものもあるし、せめぎ合いです。せめぎ合いをしてるんですね。はいはいはい、わかりました、ありがとうございます。そしたらじゃあ今度ちょっとこちら側に移動していただきたいなと思うんですけど、こちらの今、バッグとかをかけている、このポールラックって言ったらいいんですかね、これは何ですか？これは夫がフォトグラファーをやっていて、現場とかでよく使うセンチュリーという機材ですね、なんですけど、これをなんかネジでやったらバック仕様かけられたりとかするっていうのが、私は結構やっぱこれを見た時にこれコートラックにできるじゃんっていうのでお家に導入しました。かっこいいですよね、こういう撮影の重機とかって。なんですよ。あと本当に便利なんだよね、このセンチュリーが。センチュリーは本当に便利で何でもできるんで、センチュリーがあればもう本当だ、すごい。もちろん上げれるし、底も可変したり、もうちょっと上げといたら、アーム出したりもできる。すごいですね。人がたくさん来たらここのアームを出してハンガーかけたらコートハンガー、ね、確かに。そうか、そういう使い方もできるのか。何でもできますね。こいつは本当に何でも、照明ぶら下げたりもできますし、こんな高さ変えられたんだ。おすすめですよね。センチュリーがあれば何でもできるんじゃないかな。何でも屋さんなんですよ。何でもできるんじゃないかな。ここにすぐ持っていくご近所用のカバンとかエコバッグとかで、ウェイトを買ってここに重しを乗せれば十分荷重がかかっても大丈夫だと思う。もともと撮影用にここに照明機材とかつけるようなものなんで、結構コートかけるとき重し欲しいね。わかりました。ありがとうございます。続いて奥のじゃあフィッティングルームちょっと紹介をしていただきたいと思うので、じゃあ中にちょっとお願いしてもいいですか？はい、ようこそ。ここは何畳ぐらいの
お部屋なんですかね。7畳弱だった気がする。6.5 とかそうですね。だったの。8畳はなかったよね。ないない。7畳うんうんうん。なんかこのお部屋のそのこだわったポイントみたいなところからちょっと聞きたいんですけど。この部屋はまず、うちはとにかく服が多いので収納ができるような部屋にしたいなと思ってました。壁一面洋服ですもんね、ここは。はい。なのでここが壁一面服、下着類とかもありつつ、かけるものとスニーカーと、この奥にはアウターとか帽子とかカバンが入っているうんうん。クローゼットと、スキンケアとか化粧品周りのドレッサー、コーディネートをチェックする鏡と、在宅の時があるので家でも仕事できるようなデスクがあります。うん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 。じゃあまずこの辺のちょっとデスク周りの話はいから聞いていきたいなと思うんですけど、このじゃあちょっとデスクと椅子についてまずお伺いしてもよろしいですか。椅子がアルミナムチェアのヴィンテージをずっといろいろ探してた中で単色のものが欲しいなと思っててやっと見つけた緑です。これもアルミナムチェアでウェブでずっと検索して貼ってて1年ぐらい見てたのかな。で緑が出て価格もそこまでいくらぐらいだったかな、全然10万とかしないぐらいだったので購入しました。うんうんうんでこのテーブルがユニフレックスっていうのの何十年代か忘れちゃったんですけど、本当はこの奥にミラーがついてて、いわゆるドレッサーの、ドレッサーとして使ってそうなんです。るようここにな。鏡が本当はあって、はいあ、そうなんですね。はい、ただなんか仕事机としても使えるなとは思ってて、化粧台だから横長うん、で、ここの奥行きが浅いんですよね。はい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 。座ってみて。そうだから私はパソコンだけがあればよくできる仕事はできるので、奥行きがなくてもちょうどいい感じ。作業のし心地とかはいかがですか。めちゃめちゃはかどりますね。ここもカーテン開けたら結構光が入って日光浴びながらやってます。はい将来はここを植物園にしたくて、あ、そうなんだ。外に植物を置くのをちょっと目論んでます。あとじゃあちょっとこのお隣のそうですね、このグレーの空気清浄機とこの除湿機は華道にしてるんですけど、華道さんすごいもう最高のデザインをすごい家電でなんか生活感出ちゃうと思うんですけど、これは結構除湿機に見えないし、このグレーの感じもすごい、色は多分ホワイトとグレーとだったと思うんですけど、うちはグレーにして本当家電っぽくないですよね。家電っぽくないですよね。デザインがなのかなっていう。何より機能が抜群で、やっぱこんだけ服があるとそのカビとか気になるんですけど、夏場とかこのタンクに1日丸々1杯ぐらい水が溜まってめっちゃ除湿されてる感が出てるねこの部屋はだから保たれてます。わかりました。ありがとうございます。はい。そしたらじゃあちょっといよいよこっち側のスペース。ここから話せばいいですかねこれまず洋服、これ何着ぐらいあるんですかね。数えたことあります？何着っていうのとかじゃないですよね。もう分かんないです。集めてるつもりもないし減らしてこれなんですね本当にちゃんとお伝えしとかなきゃいけないですけど、妻のものがほとんど7割8割ぐらいです。スニーカーとかもだいぶ少なくなりました。そうですよね。こっちの後ろ側にはスニーカーとかもたくさんありますけど、夫と一緒にファッションブランドの展示会とかに行って2人で着れるユニセックスのものとかを買ってシェアすることが多いです。なので先ほど言ったようにどちらかのものが多いとかではなくて2人で着ているものが多いです、ね。2人で着てるものが多い。はい、2人で、じゃあちょっとまずお二人のその洋服を着用される際のこだわりというか、素材感だったりシルエットだったり、なんかそういういわゆる系統みたいなものってなんかあったりするんですか？僕はあんまりちょっとオーバーサイズのことが多いんで、服はあんまりタイトなものはないですね。基本的にはサイズ感で言うと XL ぐらいのものを着てることが多いので、あとはあんまり柄物とかそこまでないですかね。シンプルな方が多いですけど、やっぱり素材感は年々年を重ねていくごとに気になりますね。素材がむしろすごい重要で、着ててやっぱり着心地がいいとかそういうことがすごい大事ですね。
私は割とユニセックスなものを着るものが多いんですけど、最近はセットアップにとってもハマってまして、基本的には上下で買うことが多いですね。スウェットのセットアップだったり、これは、スウェットのセットアップスウェットのセットアップにハマってるんですねだったり、はい、あとこれは、アンデコレーテッドっていうブランドの今シーズンのニットのセットアップシャカシャカのセットアップもすごいです。これはヨーク。はいはいはい。前のシーズンかな、今シーズンもヨークのフリースのセットアップを購入してます。これはウィメンズっぽいんですけど、アンブロのセットアップ。はい。じゃあ結構割とストリートっぽいものが多いんですかね。そうですね。ストリートとドレッシーな服は着ない、ないかもしれないですね。うんうん。まあちょっとね、今セットアップとかも出してもらったと思うんですけど、なんかお二人のここ最近買ったものだったりとか、それこそお気に入りの洋服とかがあればちょっとそれをピックアップして、じゃあ私が片付けてる間に紹介していただきたいなと思うんですけど。僕はそうですね、今シーズンだとコートですね。結構これはまあ妻もさっき言ってたんですけど、ヨークっていうブランドのコートでリバーシブルになってて、なんか大人って思ったんですよねこれを見た時に大人じゃんみたいな、大人になりたいみたいなのがあるんです。はいはい、これは結構最近買った中ではもう今シーズンナンバーワンのコートかなっていう感じはしてます。気分によってもちょっと変えられるし、友人のブランドで藤本というブランドなんですけど、スウェットを毎回作ってて、まあ、その時のシーズンのテーマみたいなのがあって、初めてこの柄物を作ったんですよ。今までは割と無地のスウェットだったんですけど、結構このまだらのね染めのやつはすごいなんか、まあ、一応メンズのブランドなんですけど、これは女性が着ても可愛いかなと思って、毎回藤本のスウェットは結構買ってます。そうなんですね。まあ、デザイナーの子が友人ということもあって、これが最近は割と。私は最近スケートボードを始めて、スケボーファッションを、今季はコーデュロイのパレススケートボーディングのパンツとか、あとこれは夫が履いてたリーバイスのデニムを黒く染めたもの。へえ、かっこいいですね。そうなんです。経年変化を楽しみたいなっていうものを取り入れてます。あと靴ですね。私は靴も、スケートボード用の靴、ニューバランスの、ヌメリックっていうスケートボードラインの先輩にスケボーが上手くなる靴はどれですかこれを教えてもらったので、はい、これで。あと同じニューバランスと最近見たこのランニングシューズ、これ青い靴私好きなんですけど、最近ちょっと流行りの厚底気味のもの、で軽くてデザインも機能性も気に入ってます。こう見るとスニーカーの数もすごいですね。スニーカーも多いですね。モマバンズ。へえ、そんなのが出てたんだ。スニーカーも基本はさやさんのものが多いんですか？そうですね、スニーカーだけはシェアができないので。ちなみにこの大量の洋服たちを収納しているこのメタルラックと言ったらいいんですかね、スチールラック、これはなんかこだわって選定とかもされたりしてるんですか？そうですね、まず物量が、圧倒的に多かったんで、見えるっていう状態にしておきたかったんで、このメタルシステムっていうイタリアの、スチールラックのメーカーさんなんですけど、割とこれ170か180幅ぐらいだと思うんですけど、ぐらいの幅でもう見えるようにしとかないととにかくもう出さなくなっちゃうじゃんっていうのがすごいあったんで、衣替えとかうちあんまりしないんですよ。できないですよね。T シャツもさっきのスウェットみたいなのも一色単にしちゃって、でプラスここのかけてるラックも、同じような考え方で、基本的にはあんまりシワにならないとか、そのシーズンのものをこっちに、主には下のこの段が妻の段で、上の段が僕の
方でっていう使い分けをしてます。あと靴はさっきも言ったんですけどメタルシステムを入れてもう靴をできるだけ入れてるっていう感じですもうぶち込んでるって感じです、ぶち込んでる、はい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 。あとはもう見えてるっていう状態にしたかったっていうのが探しやすくなったね。まあ探しやすく整理もしやすくなったっていうのと、いらないものが分かるかなと思ったんですけどいらないものは、どうやら分からなかった分からないみたいですねはい、はい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 。メガネもなんかたくさん集めてらっしゃるということで。そうなんです。あともう1ケースあるんですけど、もう1ケースあるんですね。もう1ケースあるんです。わすごいメガネはさやさんが多いんですか？私が多いですね。多分夫のは 1,2 本ぐらい。昔からメガネが好きで似たものもあるんですけどシーズンごとに 1,2 本ずつ買い足している形です。今かけてるのはこのあやめっていうブランドのメガネなんですけど、あやめのものが一番多いかな。そうなんだ。あとはカーニーだったり、白山メガネだったり、ゾフとかのもデイリーでつけてます。ゾフのいろんなコラボのものとか、デザイナーズコラボのものとかブランドコラボのものとかも、かけやすいしレンズが変えれるので結構日中とかは絶対にこうカラーレンズが入ったものを、着用するようにしてます。ちなみに最近買ったものっていうとどれが一番最近ですか？最近はこれかな。これもあやめですね。もう定番のシーズンのものなので、そんなに今季だからみたいなのではないんですけど、春夏に向けて伊達メガネなんですけど UV カットのレンズを入れて、クリアフレームのものを使いたいなと思って購入しました。って言いながらクリアフレームのものここ全部並んでました。本当だ。ここ並んでますねめっちゃ。もともと持ってた。確かに。はいはいはい、わかりました、ありがとうございます。続いてこちらが寝室ということでちょっと紹介をしていただきたいなと思うので中にじゃあちょっと案内してもらってよろしいですか？はい、はい、ようこそ3回呼んでいただきました、じゃあちょっと、まず寝室どこから行きましょうかね。まあベッドですねこのパサンドバイ抜きテパっていうワンピースとかの、ウィメンズのブランドのこの型押ししてインドで多分製造してるのかな。型押しして職人さんが一点一点こう染めてるみたいなやつだと思うんですけど、それがちょっとこの青が好きだよね。青が大好きです。あとは本棚ですね。私は結構本を読む方なので、仕事で使うものだったり小説だったり雑誌だったりで、写真集とかアートブックみたいな夫のものは別のところにまたあります、ちなみにこの本棚もすごい収納力がありますね。そうですね。これはもう無印のシェルフなんですけど、これに勝る収納できる本棚ないんじゃないかぐらい、これじゃないとちょっと難しいなっていうぐらい収納力がありますね。あとはこのお部屋だとこの照明もめっちゃ可愛いですね。これ照明は三原翔平さんのデザインで、これも山際ですかね、昔のやつだと思うんですけど演出がいいかなと思って使ってます。このピラミッド型というか三角の、すごいこういいですね夜とか、好きっす。あとはじゃあこちらの今お隣にあるこの本棚についてもお聞きしたいんですけど。これ前の絵から持ってきたやつ。はい、これは文庫本とかにちょうどいいんで、これも結構ヴィンテージの本棚なんですけど、好きで使ってますね。あとやっぱ本が触れちゃうんでちょっと詰め込んでる感じになっちゃってるんですけど、これもこう2段というあれなんですよね。この2段入ってると言ったらいいんですけど、もう1段にした方がいいんですけど本の量が増えちゃって2段にしちゃってるっていう感じですね。奥と手前と。なるほどね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ということでさやさん、ゆうさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後に軽くお話をお伺いしたいなと思うんですけど、このお家のコンセプト言葉で表現するとしたらどんなご自宅でしょうか？
マイブーム重視のミックスカルチャーっていう感じですかね、その心はなんでしょでも結構トレンドがすごい変わりやすいってお話はしてましたよね。何かにハマった時にはスケボーにハマったらちょっとストリートっぽいエッセンスが入ったりとか、家具の移り変わりも結構そこで見ていいって思ったガラスのテーブルがいいって言ったらガラスのテーブルに変えたり、ガラスのテーブルを次にまた変えてみたりとか、移り変わることが多いですね、その通りです。じゃあこのお部屋もまた数ヶ月後には多分変わるんじゃないかな。そうなんだ。いいと思います。コメンテーターみたいになっちゃいました。まあ変えるのがね楽しみの一つでもあると思うんですよ。インテリアは。はいはい。そうですね。服もインテリアも同じぐらいのテンションで変えて、椅子も変えたり。その時の気分でね。ちなみにこういうインテリアとかを購入される際によくチェックするブランドとかセレクトショップとかなんかそういうのとかってあったりするんですか？清澄白河のストゥープさんとかはよく、見に行ったりとかインスタチェックしたりしてますね。リヒト、そうね、リヒトは大好きね。普通のリサイクルショップにも行きますし、代々木上原じゃなくて富ヶ谷の方にあるグラフィオとか、あとはネットとさっきお話したユアウェルカムとかですかね。浅草のねエスコートさんとかもよくインスタをずっと見てて、ファブリックの作品を1個買ってるんですけど、それはちょっと事務所にあるんですけど、そういうのをすごい見てますね。わかりました。ありがとうございます。そしたらじゃあ最後に何かお二人からお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。インスタグラムに日常生活をアップしてます。はい。インスタグラムに写真をアップしてます。じゃあ出てるか分かんない。気になる方は、多分この辺に出てるかな。こっちに多分出てると思うんで、じゃあ気になる方はさやさんとゆうさんの。インテリアはあまり上げてないですよ。ちょっと僕はお仕事に関係するものばかり上げてますが、ちょっとねお写真とか気になる方いたらぜひインスタグラム日常生活、チェックしていただければなと思います。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはさやさんとゆうさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。